はぁ、また邪馬台国の本読んでるの？正直もう、その話題はお腹いっぱいよ。何を言うんだ弥生さん。邪馬台国の一論争は、日本史最大のミステリーだぜ。だって、九州説と近畿説で何十年も喧嘩してるだけじゃない。距離が間違ってる、とか、方向が違う、とか、水かけ論でしょ？確かに、位置の特定は泥沼化しているな。考古学者の中には、九州か大和以外は考慮に値しない、なんて言ってる人もいるくらいだ。だがな、今日は場所、じゃなくて言葉、の話をするぜ。言葉？そう。ジョン・ R・ ベントレイという言語学者が2008年に発表した論文、The Search for the Language of 邪馬台、邪馬台国の言語を求めて、だ。これを読むと、当時の日本列島の音、が聞こえてくるんだぜ。音って、魏志倭人伝は中国語で書かれてるでしょ？それを日本人がどう読んでたかなんてわかるわけないじゃない。そこが見逃しがちな点なんだ。魏志倭人伝に出てくる地名や人名は、中国人が倭人の言葉を聞き取って、その音に近い漢字を当てはめたものなんだ。いわゆる万葉仮名、みたいなもの？現代で言う、よろしく、的な。まあ原理は同じだな。漢字の意味より音が重要だ。もし、この漢字の当時の発音を正確に復元できれば、倭人が実際に喋っていた言葉を蘇らせることができる。なるほどね。それで、何がわかったの？結論から言うと、かなり衝撃的だぜ。ベントレイによると、邪馬台国の領域には、我々の知る日本語の祖先だけでなく、アイヌ語に近い言葉がたくさん混ざっていた可能性がある。九州にアイヌ語？アイヌって北海道でしょ？そう思うだろ？でも、古い地名を解析すると、九州北部にアイヌ語系の地名が存在していた可能性があることが示唆されたんだ。これは、日本語を話す弥生人が来る前に、縄文語、アイヌ語の祖先を話す人々が、そこに住んでいた証拠かもしれない。うわぁ、なんか急にスケールが大きくなったわね。今日は、この論文を使って、卑弥呼の本当の読み方から、古代の風景まで、言語学の力で復元していくぜ。面白そう、よろしく頼むわ。まずは基本の道具の話だ。どうやって昔の発音を調べるか。漢字辞典を見ればいいんじゃないの？それがこれまでの研究の最大の落とし穴だったんだ。多くの学者は、7世紀頃の中古音を使っていた。でも、卑弥呼が生きていたのは3世紀。400年もズレがある。400年違ったら、言葉なんて全然変わりそうね。その通りだ。シェイクスピアを現代米語で読むようなもんだ。ベントレイ教授は、アクセル・シュスラーという学者が復元した、語漢語 LHC を採用した、紀元1から2世紀の中国語の音だ。これがまさに、卑弥呼の時代の生きた発音に近い。これを使うと、今までおだと思ってた音が、実はあに近い音だったり、その逆だったりが判明する。母音が変わると全然違う言葉になりそうね。さらに、もう一つ重要な仮説がある。魏志倭人伝の固有名詞を記録したのは、実は倭人の通訳者だったのではないか。中国人が聞き取ったんじゃないの？いきなり来た中国の施設が、正確に和語を聞き取るのは難しい。おそらく、中国語ができる渡来人や倭人のエリートが、我々の地名はこう書きます。ってリストを渡した可能性がある。なるほど。それなら発音は正確そうね。ただ、中国の士官たちは、そのリストをそのまま使わなかった。わざと、卑しい、とか、奴隷、とか、悪い意味の漢字に書き換えたんだ。うわ、性格悪いわね。中華思想ってやつ？そうだ。だから漢字の意味に惑わされちゃいけない。悪い意味の漢字の裏にある、元の音を探るのが今回のミッションだ。さあ、いよいよ本丸。女王、卑弥呼の名前だ。いや、これは、卑弥呼、でしょ？日の巫女、説が有名だし。多くの学者がそう考えてきた。太陽信仰の巫女だからな。だが、語漢語 LHC で復元すると、衝撃の結果が出る。ピエ、ミエ、ホ。ピエミエホ。なんか全然違う。そうなんだ。特に最初のピエに注目だ。日本語のヒは、古い形でも母音は異段ピだ。でも、ピエは異段の母音を含んでいる。音が合わないんだ。じゃあ、日の巫女、じゃないの？なんて意味なのよ。ベントレイ説では、このペは西を意味する言葉だと推測している。古代、大陸の先進文化はすべて西からやってきた。隣のクダラ語でも、西はピエといった可能性があるんだ。西？なんで西なの？西は権威や文明の象徴だったかもしれない。つまり、西側、大陸に通じるという意味だ。次のミエは、継承の窃盗時ミの固形だ。そして最後のホ。これは現代語の子ではない。中国語の軽音と H 音は区別されるから、これは子とは読めないんだ。
ベントレーはこれを、継承者、を意味する穂だとしている。つなげるとどうなるの？ベメホ、イコール、西の、尊い、継承者。これがベントレー説だ。なんか急に政治的な名前になったわね。太陽の巫女、よりかっこいいかも。彼女が強立された王であることを考えると、この方がしっくりくるかもしれないな。大和説なら吉備、西、から大和へやってきた継承者と考えることができる。この説を補強するのが、ライバル国、クナ国、のダン王の名前だ。彼の名は、卑弥呼子。復元音はピエミエ君ホ。あ、卑弥呼とほとんど一緒。真ん中に、弓君が入っただけ。そう。この君は、国、の古形と考えられる。つまり、西の尊い国の継承者。ってことは、これ名前じゃなくて王様の称号、だったってこと？その可能性が考えられる。敵対してても、同じ言語文化圏だったんだ。次に、周りの役人たちを見てみよう。ここにも面白い発見がある。魏志倭人伝には、彦、という官職が出てくる。これは、彦、でしょ？男性の名前によくあるやつ。だが、ここでも、ピエ、が使われている。さっきの、西、だ。そして、犬、は子で、子。つまり、ペコ、イコール、西の子。西の子？どういう意味？おそらく、西、大陸、の言葉がわかる子。つまり通訳や外交官だ。彼らは外国との交渉窓口だったから、中国側も真っ先に記録したんだろう。なるほど、名前じゃなくて役職名だったのね。もう一つ、二期、という官職もある。これは復元するとねけ。ねはね。けは、カバネ、大野町。根本的な支配者。つまり土着の有力豪族を指したかもしれない。ちなみに、ツシゴリ、という長い名前の役人もいるぞ。ツシゴリ？なんか強そう。復元音は都心ぐり。都市は、都市、鋭い。ぐりは韓国語の、銅、や、金、に近い。鋭い金属。もしかして武器とか？そう、鉄や銅を管理する金属機の担当大臣、だった可能性がある。音を復元するだけで、役職の中身まで見えてくるなんて。さて、ここからはいよいよ地名解読の旅、に出発だ。魏志倭人伝のルートをたどっていくぜ。まずは朝鮮半島から海を渡る。最初に着くのが、対馬の国。今の対馬だ。これはそのまま、対馬、でしょ？五漢語での復元はプアスマ。和人語では対馬となる。ベントレイはここで、アイヌ語、の可能性を指摘する。出た、アイヌ語説？どういう意味になるの？アイヌ語でツは、縄。漢字の、ま、は、せま、の語尾を表しているんだ。半分がアイヌ語なのね。縄のような島。ちょっと苦しいかもしれない。大祖国、だと、ツソとなる。ソはアイヌ語で、滝。縄のような滝、となる。こっちは全部アイヌ語ね。滝が多い場所だったのかな。次に着くのが、壱岐の国。今の壱岐だ。復元音は池。現代語の壱岐にかなり近い。ここの語源は不明だが、音が現代までほぼ変わっていないのがすごい点だ。2000年近く、同じ名前で呼ばれてるのね。ちなみに、C の国、という別の国ならアイヌ語で木を削る場所、と読めるんだがな。この国のアイヌ語説を見てみよう。ケウィ。人々が木を削る場所。船の修理や加工場があったのかもな。海沿いの国なら、船のメンテナンスは必須よね。なぜ北部九州など各地にアイヌ語っぽい地名があるのか。ベントレイは、これを縄文語の名残だと考えている。弥生人、和人語話者が来る前、日本列島には縄文人が住んでいた。縄文人の言葉は、今のアイヌ語と親戚関係にあった可能性があるんだ。なるほど。アメリカの地名にネイティブアメリカンの言葉が残ってるみたいな？まさにそれだ。ミシシッピ、とか、シアトル、だな。さて、いよいよ九州本土に上陸だ。松呂国、に着く。佐賀県の松浦、でしょ？有名な説よね。通説では、松、浦、で、松浦、だとされている。だが、当時の運印法則だと、ろ、だ、ろ、松浦、とは母音が合わない。確かに、うが抜けてるわね。ベントレイはこれもアイヌ語で鮮やかに解釈してみせた。アイヌ語でマッパ、女性、や、妻。ろは、懐、や、場所。つまり、女性の懐、のような湾、あるいは、女性がいる場所。女性の懐。地形のことかしら。唐津湾の入り組んだ地形を女性に例えたのかもしれない。実際、北海道には、まとまい、女がいる場所、という地名があった。本当にアイヌ語地名と構造が似ているのね。驚きだわ。ところが、内陸に進むと景色が一変するんだ。糸国、と、那国。この二つの国名は、明らかに日本語だ。糸国の復元音は糸。日本語の糸、だ。琉球祖語とも一致すると考えられる、純粋な和人語だ。糸島半島の糸ね。これはそのままなんだ。そして有名な那国。復元音は、なだ。
これも日本語の古語で土地、や泥を意味するな、だ。大国主の大名持ちの名、みたいな。正解、偉大な土地の持ち主の名だ。あるいは万葉集で魚をな、というから、漁場の意味かもしれない。重要なのは、糸国と那国という中心地に来ると、地名がアイヌ語系から和人語系にはっきり切り替わる点だ。つまり、そこが弥生人たちの本拠地だったってこと？そう。彼らは大陸から来て、平野部を占拠し、自分たちの言葉で地名をつけた。一方で、周りの山や古い港には、先住の集団、縄文系の地名が残った。まさに言語の地層が見えている状態なんだ。さあ、ここからが旅の難所だ。トウマ国と邪馬台国。トウマ国の読み方はトマ。トマ、あるいはトウマだ。宮崎県の妻説とか、出雲説とかあるわよね。ベントレイはここでも2つの可能性を提示している。一つは日本語の妻。母音の音が変化する前の形だ。もう一つは、まさかのアイヌ語説。トマはエゾエンゴサクという植物。植物？国の名前に植物？この植物の根っこは食用になる。いわゆる芋の一種だ。つまり芋が取れる場所。食料源は重要だからな。芋の国、か。ちょっと親近感湧くわね。どちらにせよ、この国が九州の南や東にあったとすれば、アイヌ語地名の分布範囲がかなり広かったことになる。そしていよいよ最終目的地、邪馬台国、だ。漢字は、大和。五漢語音で復元すると、ヤマプ、ヤマタ、あるいはヤマプ。大和に近い、やっぱり大和朝廷と関係あるの？音韻的には、後の大和と繋がる可能性が非常に高い。伝統的な解釈だと、山、と、だが、ベントレイはもっと宗教的な深い意味を見てるんだ。琉球語で山は森も意味するとベントレイは指摘する。そしてプは、霊力や精霊を意味する古い形の言葉と考えている。森の精霊。神聖な森、あるいは精霊の宿る森という意味だ。すごい神秘的。巫女の女王がいる国にぴったりね。邪馬台国が宗教的な権威を持つ連合国家だったことを考えると、ただの地名より、聖地としての名前の方がふさわしいという考えかもしれない。最後に、宿敵、クナ国についても触れておこう。復元音はこの、あるいはクノだ。クマソ、じゃないの？よく言われるけど、残念ながら、音韻的にはクマソとは一致しない。コ、と、の、オノ、とかに近い地名だ。なんか急にありふれた名前に。がっかりだわ。だが、クナ国の官職名、クコピピコを見ると、邪馬台国との共通点が見えてくる。分解すると口、と、ピコ、西の子。西の子はさっき言った外交官。つまり、口利き役の外交官、だ。敵対してても、同じような役職名を使ってたのね。そう。戦争はしていたが、言語や文化は共有していたんだ。さて、長い旅だったが、結論をまとめよう。ベントレイの研究が示したのは、3世紀の日本列島は、多言語社会、だった可能性が高い。古くから住む縄文系の言語、アイヌ語に類似を話す人々の土地に、半島から渡ってきた新しい言語、日本語の祖先が入り込み、地名や人名が混ざり合いながら新しい国を作っていった。魏志倭人伝の漢字の羅列に、そんなドラマが隠れてたなんてね。卑弥呼がただの当て字じゃなくて、西の継承者という意味を持っていたなら、彼女が見ていたのは西の大陸との対等な外交だったのかもしれない。ロマンあるわね。次に福岡に行ったら、地名の看板を見る目が変わりそうよ。ああ。歴史は地面の下だけじゃなく、我々が喋る言葉の中にも埋まっているんだ。興味を持ったら、ぜひ自分でも漢字の音を調べてみてくれ。というわけで、今回の解説はここまでだ。面白かったわ。ありがとう古墳さん。それじゃあ、また次回の動画で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。